皆さんこんにちは。日に日に暑さが厳しくなるののガーデンです。今日は私たちよりも強く元気に花咲く夏ガーデンをご案内。梅雨前になぜか葉がほぼなくなってしまって心配していた西洋人参木も綺麗な花が満開になりました。花期の長いモナルダは今日も大人気です。そしてこの時期にモナルダに続いてガーデンに彩りをくれるのがフロックス。7月から8月の緑がいっぱいの中でしっかり存在を発揮しています。もしフロックスがなかったら色の乏しい夏ガーデンになっているでしょう。これまでは夏と言ったらエキナセア、そう思っていましたが、エキナセアへの思いを上回ってしまうほど丈夫で綺麗で、ここでの夏ガーデンに絶対に欠かせない花になりました。オレンジが可愛いエレニウムも満開を迎えました。見れば見るほど真ん中のボール部分の模様が不思議ですね。これはバーベナハスタータ。昨年苗を購入してでも夏を越せなくて、こんなものかここには合わなかったなと残念に思っていましたが、至る所にこぼれ種で芽を出し、手入れ追いつかない間にどんどん成長。暑い季節になってから植え替えだったのに、蒸し暑い朝で適当な植え替えだったのに、日が昇り始めてすぐしなしななったのに、この後しっかりと新天地で元気に育っています。ハスタータでいっぱいになるのも楽しみです。こぼれ種でたくさん出てきて植え替えにも強くて、昨年の残念な思いを撤回してくれるお花でした。これは野菜、ハーブのチコリの花。この花色が大好きで、去年に引き続き苗を植えて花まで待ちましたが、やっぱり今年も大暴れして種まで待たずに抜かれてしまいました。素敵にチコリを活かせる方法を来年また考えてリベンジしたいです。みそはぎもほったらかしで毎年花を咲かせる優秀な花です。少し湿り気のある場所が好みのようなので、あまり水はけの良くないののガーデンがむしろお好みなのかもしれません。しつこすぎないこの姿が風に揺れて蒸し暑い中にも爽やかさを感じさせてくれますね。去年の4倍ほどの背丈に育ったワイルドオーツ。
こちらもペラペラと風に揺れております。今年もこの巨大花はどんどん背を伸ばして私の背の高さを優に超えました。開拓当初からいますので4年目でしょうか。どこで購入したかも花の名前も分かりません。宿根ひまわりだと思うのですが、ガーデンの中で一番背の高くなるお花です。こちらも名前の通り大きくなる大田で、これからもっと花数も増えて秋遅くまで咲き続けます。ミルキーピンクの小花が集まって弓なりになる姿が可愛いです。大館の大きさに押されているのは、そのすぐ手前に植えたベルノニア。今年ゴールデンウィークの買い物で初めて見つけて興味津々で植えた初めてのお花。説明には2メートルと書かれていたけど、これからもっと大きくなるのかな。今はまだ1メートルほどの草丈です。6月から少しずつ植え替えてきた小豆色葉のケイトウ。小さなこぼれ種子だったのに、太陽の光と雨水を受けてもうこんなに大きくなっています。この後ろの草刈り跡地にもケイトウ畑を作る計画でしたが、暑さに負けて作業が進んでおりません。それでもあちこちに散りばめた大量の巨大ケイトウが晩夏からきれいな紫ピンクの世界を作ると期待しています。ここでは咲き乱れた花が渋滞しています。絡まった花々をほどけば、一つ一つのお花がよく見えてきます。このルドベキアは数と茎を伸ばして咲き、花びらが垂れる感じが可愛くて好きです。葉っぱも少しシルバーがかっておしゃれです。やすちゃんは草払いと思いきや、すごい草むらの中からかぼちゃを収穫。初めてのかぼちゃに興奮して早速切ってしまいましたが、後々調べるとまだ収穫には早かったようです。ハサミを取りに行くのが面倒で、近くにあった釜で収穫するやすちゃん。立派なゴーヤをゲットです。私がゼリーケイトウと呼ぶこのこぼれ種子は、茎も真っ赤で吸ったらジューシーそう。
まん丸の大きな葉っぱがかわいいこちらのたぬき豆もみるみる大きくなっています。後回し後回しになっていたアジサイのカット。ここにもやっとカットする時が来ました。ガーデン入り口のアジサイも気持ちカット。入り込んだところはあまりにもボーボーすぎて、虫が少なくなる季節を待ちたいと思います。虎の向かい側にはヒコじいが遊びで看板を制作中。作った部品に色を塗ってアーチに取り付け、小さな道路にしか接していないので誰が見るのよ。そんな考えていましたが、先日ロードバイクに乗ったお兄様方が看板を見て気になってと入ってこられて、とても恥ずかしかったです。草ぼうぼうガーデンではなく、お客様が来られても恥ずかしくないようなガーデンを保たなければいけませんね。また頑張ろうと思った夏の出来事でした。とっても暑い日々が続きますが、私たちはこの夏のガーデンを楽しんでいます。暑い時間帯の作業は避けて、栄養満点の夏野菜も食べて、厳しい季節を乗り越えたいと思います。夏の出口はまだまだ咲きすぎて見えませんが、秋に真っ赤な実をつけるローゼルや柿や栗、たくさんの楽しみが待っています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。